皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ガモーレです。2021年もいよいよ終わりとなりますが、皆様はいかがお過ごしになりましたでしょうか。今年のガンダム界は先行のハサウェイが大ヒットを記録し、まさかクスイよりもペーネロペよりもメッサーが活躍するとは一体誰が予想したでしょうか。非常に面白い作品でしたね。そして来年の映像作品としてはククルス・ドアンの島、水星の魔女、オルフェンズが発表されました。さらに SD の方ではワールドヒーローズの放映に続いてナイトガンダムシリーズのガイデンの発表があったりして、ますます楽しみになってきます。さて、私ガモレは昨年に引き続き今年も様々な動画を作らせていただきましたが、まずはどういった考えで動画を作らせていただいていたのかについて、今回は総集編としてお話しさせていただきたいと思います。まず2021年一発目はニューガンダムバージョン 2.0 の動画でした。2020年は編集の仕方をいろいろ勉強して、いかに視覚的に分かりやすい動画を作るかと考えていたのですが、それをできる限り盛り込んで作ったのがこちらの動画でした。その後フルクロスの動画では漫画の魅力をいかにして伝えるかというのを考えて作ったりしていました。ちなみに私は動画を作っている途中は唐突にそのガンプラが作りたくなるんですけど、見てくださった方が面白そうだがその作品読みたいとか、ガンプラ作りたいと思っていただける動画を作れるようになりたいと強く思うようになりましたね。その後出したのが先行のハサウェイの小説版についてストーリー解説動画でした。正直地声って賛否両論出ると思うので、すごく出すの迷ってたりしたんですけど、やる以上はできる限り不快に取られないようにしたかったので、実は1年前2019年の夏ぐらいから発声の仕方とかちょっとプロの方にいろいろ教えていただいたりしていました。でそして1年経って2020年の夏ぐらいにハサウェイの動画を作り始めたわけなんですけども、結局完成するのにだいたい半年ぐらいかかって、2月とかにですね出させていただいて、結果的に受け入れてくださった方も多かったっていうので、とてもほっとした気持ちになりましたけど、やっぱりまだまだ改善すべき点とか見つかったものになりましたね。ちなみに今後のストーリー系の解説動画に関しては、実は今エンドレスワルツの小説版で、それからその先に広がるフローズンティアドロップですね、そういった解説、そして宇宙世紀ものでガンダムセンジネル、アリスの懺悔とか、あとガイアギア、そのあたりをやりたいと考えているんですけれども、以前ご要望いただいた内容で目から鱗だったんですけど、すでに映像化されている作品でも見ていて流れが分かりにくいから解説があると助かるっていうご意見とかもいただいたので、ぜひ映像化されているものの中で、特に私個人的に08正体大好きなんですけど、そういった作品のストーリーとか流れを分かりやすく解説するっていうのもやってみたいなと思っております。その他にもですね、様々な動画形式を考えていくことになりましたけども、まずアナハイムエレクトロニクスの歴史 GP 計画編、こちらですね。そもそも普段は1機のモビルスーツに焦点を当てるっていうことをやってましたけど、そうではなくて開発の歴史に焦点を当てた動画っていうのをやりました。最初動画がなかなか伸びなくて、こういうのってあんまり需要ないのかなと、悩んだりもしたんですけれども、今ではありがたいことにたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。ちなみに続編まだかというお声をいろいろいただいてた中で、ずっとこの形式の動画はどういう風にやるのがいいのかっていうのを悩んでいたんですけれども、やっと定まりました。ですので年明け一発目の動画はこちらになります。アナハイムの歴史ゼータ計画アナハイムガンダム編。ちなみに2022年はサイコミュ編とかシルエットフォーミュラ計画編、それからサナリーフォーミュラ計画も全てやる予定でいますので、しばしお待ちいただければ嬉しいです。ただですね、動画を出すタイミングや順番に関しては、その好きな作品や苦手な作品、こういったものが人によって当然異なりますから、私としては現状通り何週も宇宙世紀が連続で続くみたいな風にはならないように、できるだけ毎週違う作品から取り上げていく方向で考えております。それから動画内の小ネタについてのお話をちょっとさせていただきます。例えば先日のデスサイズの動画で、今回はデュオが狩る機体ではなくてデュオが狩る相棒
っていうセリフにしていたりと、こうピックアップする画像があえて作画崩壊している画像を選んでいたり、他にガンダムじゃないっていう瞬間ですね、刹那がちらっと顔を出してきたりとか、そういうちょっとした小ネタを入れるのが好きなんですけど、それに気づいた方はコメントで書いてくださる。めちゃめちゃ嬉しいんですよね、これ。そういうコメントを見させていただいて、画面の奥で嬉しくニコニコ喜んでいたりします。ちなみに直近のデスサイズの動画ですね、一つだけまだ誰も気づかれている方いなかったんですけど、デスサイズのバスターシールド、一度放つと、原作では回収されない武装になっているんですけど、実はですね、デスサイズの動画の中でバスターシールドの解説を入れて、その後自爆システムが働いているウィングガンダムにこうビームサイズブスッと刺すシーンの画像を使ってるんですけど、ブスッと刺すシーンにバスターシールドくっついてるんですよね。でもあれってバスターシールドを射出した後なんですよ。だからなぜかその一瞬だけバスターシールドが描かれているんですけど、その後自爆装置解除してウィングガンダムを運ぶ時のデスサイズはバスターシールド持っていなかったりするんですよ。そういうちょっとね、バスターシールド本当はないはずのシーンについているとか、そういう小ネタを入れたりもしておりますので、ぜひまだの方見ていただけると嬉しいです。ちなみにウィングガンダムの原作第2話でそのシーンが出てきますので、見てもらうと、あれこれバスターシールドないはずなのになぜかついてるぞみたいになるのでぜひ原作の方を見てみてください。さあ次にですね、動画を出す前日あたりにコミュニティで投稿させていただいている期待のヒント、こちらに関してちょっと話しさせていただくと、これクイズの形式すごく迷っているところだったりします。答えが分かるヒントにすると、その期待に興味がない方、もう次の動画見る前からもういいやっていう風になってしまわないかなという風にならないかなというのをちょっと気にしていて、それであえて答えを絞れないヒントにしていることが多かったりするんですけど、でも逆に答えが分かる方にした方がいいのかなという悩みもあるので、ちょっと22年はまたいろいろと違う形式でやってみたいとも考えております。やっぱりね、皆様といかに交流を図るかっていうのをすごく考えていて、まだちょっと悩んでいるところだったりします。さあ他にはですね、ホワイトベースの動画では初めて戦艦の解説をやらせていただきましたけれども、ホワイトベースっていうのは戦艦である上で暮らしというのをテーマにすることができたんですよね。なので田村さんが出てきて、塩がないと戦力に影響するぞみたいなね、そういういろいろできることがあって面白かったんですけど、戦艦一体だけで解説しても、なんか語れる要素で結構少なかったりするので、ちょっと戦艦の解説の方はまた動画の作り方どうするかいろいろ考えてからまたやってみたいなと思っております。それから全く違う内容だと、マスターグレードエクストリームバンシーノルの動画やらせていただきましたけども、初めてガンプラ動画ということで、私今このチャンネルはガンプラのチャンネルではないので、頻繁にできるわけでもなく、私がガンプラのスキル自体は結構そんな上級者の方に比べては全くですので、今マスターグレードエクストリーム次フェネックス作っておりますけれども、完成いつかな、1年かかるかもしれないですけど、できるだけちょっとずつ好きなものを出させていただきたいなとは思っております。それから悪女のランキングとか、ついおとついですね、ガンダムっぽくないガンダムとか、そういったちょっとしたネタ系の動画っていうのも初めてやらせていただきましたけれども、流行りに乗るのも必要だと思っておりますね。そういったこともちょくちょくやっていきたいなと思っております。ただもちろんメインは機体解説系にはなりますので、それはもちろん忘れずにやります。なので年明け一発目にアナハイムの歴史の次のものをやった後、ガンダムっぽくないガンダムをこの間やったので、今度ガンダムにしか見えないけど実はガンダムじゃない機体ですね。たくさんの方がコメントいただいて本当にありがとうございます。そちらもやっていきます。ちなみにガンダムっぽくないガンダム、この間の動画の第2弾もまたやってみたいなと。5選で絞ろうとするとちょっと数が少ないし、かといってそれを10選とか増やしたりするとね、中身の薄い動画になってしまうんですよね。しかもそれで動画の時間がバンバン長くなってしまうと、長く見るのが疲れるっていう方も多いと思うので、そういうのをちょっと分析で見てたりするんですけど、そういうのもあって期待数すごい絞りました。なのでちょくちょくそういうのもやっていきたいなと考えております。それからですね、ガモーレイディオという名のラジオ系動画、こちらもやらせていただきましたけども、いろいろ話す形式を取ることで皆様と少しでも交流を図りたいと思ってやっております。で、実際ただこのチャンネルの見てくださっている方6割ぐらいの方はですね、先日アンケートを取ったところ、地声よりも機関音声の方が好きだっていう結果が出ておりましたので、すごい勉強になりましたね。
やっぱり地声って賛否両論あるんだなというのも思いましたし、そういう様々なコメントをいただいて、求められているものは何かということを悩んだ年にもなって本当にありがたかったです。それからですね、編集に関しても、私自身できるだけ視覚的に分かりやすい編集方法っていうのを、心がけてやっているつもりではいたんですけど、蓋を開けてみたら編集をがっつり詰め込んだ動画よりも編集をちょっと控えめにしている動画の方が伸びたりとか見やすそうなご意見いただいたりとか、いろいろそういう経験もしましたので、やっぱり動画の中にいろいろな要素を詰め込みすぎて、実は自己満足なだけの醜い動画になってしまったりしてるんじゃないかなとかいろいろ考えるようにもなりましたね。こういう感じで2021年は自分の成長とチャンネルの方向性を見つめ直すいい機会になりました。ですので2022年は基本的な方向性は変えずに、動画の作り方や構成を少しだけ変える方向で考えています。あとやりたいことですけれども、ガンダムの歴史ですね。ホワイトベースの動画では地図上の動きで一年戦争を読み解くみたいなシーンを初めてやってみたんですよ。で、そういったものの延長線上にある編集方法、こういったものもいろいろ取り入れたいなと考えていたりします。それからあとはゲームの関係ですね。ガンダムの神ゲーとかクソゲーとか、そういう解説も、少しやってみたい。いや少し、めっちゃやってみたいんですよただそれはちょっと時間があればっていうところなんですよね。それからガンダム以外で私大好きなガンバスターとかゲッターの解説みたいな他のロボット解説、こういった解説もできればたまにやりたいなと思っていたりはします。ちなみに声に関しては現状通り基本は機械音声で、こういった総集編やシナリオ解説などの時は地声という、今の形でやっていきたいと考えております。それから英語の字幕に関しては今と変わらず付けさせていただく予定でいますので、海外の方にも見ていただける編集方法を常に心がけて作っていきたいと思います。それからサブチャンのお知らせをさせていただきます。気ままにガモーレというチャンネルを開設しました。でこちらはですね、地声オンリーで内容はガンダムは関係ない、いわゆる何でも解説系という位置づけのチャンネルです。ちょっと懐かしいネタから、最近のネタまで何でも扱えるようなざっくばらんとしたチャンネルにしたいと思っています。例えばですね、今一発目でちょっと作ろうとしているのは、以前転売ヤーに関する話題を動画にしてほしいというご意見いただいたんですけど、そういうガンダムの話に含めるような内容ではない。それで扱うのをやめたっていうものがあったんですけど、サブチャンの方ではそういった話を含めて、ガンダムには直接関係ないところを含めたネタを中心に扱っていきたいと思っています。ですので、もしガンダム以外でも見てやってもいいぜと言ってくださる方は、そちらもご確認いただけたら嬉しいです。自分ならではの分かりやすい編集と内容構成を目指して年明けから作っていきたいと思っております。ちなみにサブチャンの方は取り扱うネタや編集の仕方が日本の方向けになると思うので、どうしてもね日本語の文字とかも入れようと思ってます。というかそうしないと難しいのも多いので、なので海外の方にはちょっと申し訳ないのですけども、英語字幕は今のところ予定しておりません。で Twitter の方はガモーレのアカウントを持っておりますけれども、ガンダム以外をつぶやくようとして、気ままにガモーレの Twitter アカウントをまた別で作ったので、ぜひもし興味のある方は概要欄から Twitter にもご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上、昨年に続き2021年も皆様のおかげで本当にたくさんのことを学ばせていただきました。まだまだ足りないところも多くありますけれども、もっと知識を深めていろんな動画を作っていきたいと思います。皆様には本当に感謝しております。いつも本当にありがとうございます。2022年もガモーレチャンネルにしかない面白さを目指して取り組んでいきたいと思っていますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。